どうも、PDR さんです。1ヶ月ぶりの PDR さんの YouTube ニュースまとめ。一つ一つについて動画作るのがめんどくさいから。では、PDR さんがちょっと気になったニュースをいくつかピックアップして見ていきたいと思います。でもその前に、ぜひ高評価お願いします。じゃあ頼む。カップル TikToker、カズユイが破局。うわぁ、マジでカズユイカップルすげー好きって誰だよ。人気 TikTok 中学生カップル。中学生？うん。残念な話ですけど、中高生カップルチャンネルって基本的にこうなる運命なんですよね。で、既婚しなければ。中学生カップルが将来結婚する確率って 5% 以下って言われてるもんね。何回も言ってますけど、カップルチャンネルをやるんだったら、匂わせ、ビジネスカップルが一番ですから。嵐二宮、マックス村井です。嵐の二宮がパズドラの公式 YouTube チャンネルの動画に登場して、どうもこんにちは、マックス村井です。と言ったそうです。で、それだけ。そんなニュースじゃねえだろ。二宮といえば、この前彼が出てるすごいエロい CM を見たんですよ。どんなの？ニノがいきなり、煮るなり焼くなり、好きにしちゃって。って言った後に、だって肉汁うますぎでしょ。これ絶対狙ってるよね。いや、もしかしたら偶然なわけねえだろ。セクシーな音楽をバックに、煮るなり、焼くなり、好きにしちゃって、って言った後に、ソーセージ。だよ。まあ。しかも、肉汁うますぎ。とかどう考えてもじゃなくて、テンテンを連想させようとしてるでしょ。テンチム、6畳 1K の部屋から引っ越し、自宅特定され、ここで寝るのが怖い。テンテンの言うこと信じていいのか？信じていいのか？とりあえずここは信じましょう。テンテンが動画で引っ越しをしたと発表しました。引っ越しをした理由は住所がバレたからだそうです。YouTuber の住所ってなんかすぐバレるよね。DM で住所が送られてきたり、ポストのダイヤルまで壊されて、もう家にいるのが怖いと言ってました。多くの人にとって家って唯一安心できる場所じゃん。それを奪われるのはさすがに辛いよね。てんてんアンチのみんな、彼女に怒ってるのはわかるよ。でも、彼女の家に直接行っていたずらとかするのはダメでしょ。てか普通にそれ犯罪だろ。動画で、てんてんの友達、スタッフが住所の特定についてこういうことを言ってました。多分間取りからそういう不動産関係の人含め多分わかるらしいよ。これは多分ではなく本当です。PDR さんここ引っ越す前不動産屋何軒か回ったんですよ。で、その不動産屋の中の一人の社員が YouTube を見てるらしく、で、に住んでますね。あと、は、に住んでます。とか聞きたくもないのに YouTuber がどの辺に住んでるか教えてくるんですよ。いや、それアウトでしょ。さらに、は動画を見た感じ多分に住んでますね。って言ってくるんですよ。怖っ。だから住所バレしたくない YouTuber は本当に家を最低限見せることをお勧めします。コムドットに批判。緊急事態宣言下に大人数で飲み会。コムドットが通るから道を開けろでおなじみのコムドットさんがやらかしたみたいです。相棒はあのツイートについてどう思う？エリカさんの言葉を借りると別に若くて今ものすごい勢いに乗ってるからそりゃまあちょっとは調子に乗るでしょう。まあそうだよね。それに彼らがどんなに頑張っても純也には勝てないから純也恐るべし。コムドットさんは緊急事態宣言中に大人数での飲み会をして何を血迷ったのかそれをインスタストーリーズに上げたみたいです。この動画バズらない可能性これ一切ない。お疲れ様でした。ゆり子がブチギレんぞ。コロスケのせいで皆さんいろいろ我慢したりいろんなことができなかったり PDR さん子供の出産に立ち会えないかもしんないんだぞ。そして医療の逼迫が続く中これはないだろう。その後ストーリーでなんかよくわからないことを言ってましたね。お店の営業時間内だったことと飲食前はマスクを外したこと。いやそこじゃねえんだよな。みんなでご飯を食べたこと自体正直責められることではないと思いますが。バカなの？自分たちもプライドを持って YouTuber という職業をやってます。感染症対策を行いながら自分たちなりに配慮を行っている中、一重に YouTube やめろ、消えろ、など誹謗中傷的発言をいただくのは悔しいです。何話すり替えてんだよ。その後 Twitter でちゃんと謝罪したんですけど、謎の言い訳、話すり替えストーリーの後に
言っても、ちょっと重みがないですよね。で、この後、エミリンが謝罪動画を消したこと、エムレナが YouTube チャンネルを削除したこと、ヒカキンの弟事件などについて話そうと思ってたんですけど、台本を書いてる途中に速報が入りました。渡辺真琴逮捕。逮捕秒読みって言われてたんで、特に驚きではないですよね。どっちかっていうとみんな真琴が本名、そして真琴の漢字がこれだということに驚いてるよね。相棒は知ってたの？これが名前だって。こういうのをキラキラネームって呼ぶんだ。ごめん。被害者の方。これを親や警察に話すことはとても勇気のいる行動だと思います。まだ終わってないかもしれませんが、本当によく頑張ったと思います。で、今からちょっと文春オンラインの記事を読んでいくんですけど、どこまでが本当なのかわからないのでご了承ください。今のところ籍を入れることも白紙になった。ただ、今泉としては子供のことを一番に考えたい。子供には父親は必要なのではと考え、今回の事態が判明した後、最後のチャンスをあげたようです。もちろん事務所や周囲からは縁を切るよう何度も説得されていたのですが、今泉は真琴を許してしまった。マジで。今泉さんは今妊娠をしてる上に、我々がもう想像できないような辛い思いをしてる。そんな時期にこんな難しい判断をしなければいけない。でも、子供のことを一番に考えたいのであれば、過去に女性に暴力を振るった性犯罪者とは縁を切った方が子供のためだと個人的に思います。YouTuber 引退後の生活を考え、2人は都心の賃貸マンションを引き払い、郊外のマンションを探していたのですが、今回の事件のことが影響し、10件以上審査に落ちた。今泉の名前を使ってもダメで困りきっている。渡辺はこれまで散財していたため、貯金も少なく、何億も稼いでたのに、YouTuber に限ったことじゃないんだけど、急にお金持ちになって、そのお金がずっとあるものだと勘違いして、湯水のごとく使って結局何も残らないって人結構いるんだよね。そっか。様々な支払いに追われているようです。違約金や前回の事件被害への示談金、親のために立てた実家のローンもまだ残っている。犯罪者の上に借金まみれって終わってんだろ。渡辺容疑者は2018年に両親のために東京郊外で一軒家を購入している。今回の逮捕で家も手放すことになりそうです。両親は前のような生活には戻りたくないと売らずに済む方法はないかと周囲に相談しているそうです。少し気の毒な反面、自分の息子がやったことだからなって思っちゃうんだよな。実は今泉は真琴の周囲から借金の返済を肩代わりすることまで求められている。自分で選んだ道だから仕方ないのですが、周囲には辛いと繰り返すようになり、精神的に追い込まれています。ちょっと待って。なんで22歳の妊婦がクズ婚約者の前に起こした事件の示談金と、そのクズ婚約者の親の家のローンを払わなきゃいけねえんだよ。意味わかんねえよ。これがもし本当だったらなんか今泉さん、ちょっと責任を感じてるようにも取れるんですけど、これは今泉さんが妊娠してる大変な時期に婚約者が今泉さんの知らないところでやったことなんですから、全然責任を感じる必要はないと思いますし、縁を切っても誰も今泉さんのことを悪く思わないから。あと前も言いましたけど、生まれてくる子供には本当に強く生きてほしいです。じゃあ。